大義務です。本日も動画見ていただきありがとうございます。今回ですね、Amazon のタイムセール、なんか毎月、何ヶ月かに恒例のですね、またこれやってまいりましたので、一緒にね、おすすめ製品をね、見ていきたいかと思います。Apple 製品、はじめとしたですね、周辺機器とか、そこら辺を中心に、便利なガジェットとかもね、これいいんじゃないかなっていうのもいくつかあったので、僕が使ったものも含めてね、いろいろ、ちょっとね、見ていきたいと思います。ということでね、タイムセールね、今回10月31日ですね、日曜の23時59分まで、ということでは見ていきたいと思うんですが、まずキャンペーンですね、この、最大5000ポイント還元、ポイントアップキャンペーンですね。一応終わった後でもね、エントリーは可能なんですけども、合計で一応1万円以上のお買い物ですね、もしするんであれば、最大で、6.5% 還元受けれますので、なんで1万円で650円分ぐらいですかね。例えばこの Amazon のアプリとかで、購入したりとか、で、あとカードとかで還元率が変わってきたりするので、もし Amazon で結構買い物する方とかはね、Amazon のカードを使ってみるのもありなのかなというところですね。まず1個目ですね。全部で何個か15個ぐらいあるのかね、結構あると思うんですけど、はい、まず1個目、2マスをですね、ガラスフィルム。これ僕はレビューもね、させていただいたんですけども、今実際に、iPhone 13 Pro の方で使ってます。特徴、結構特徴としてはですね、サイズ感も良かったり、この透明感とかがね、めちゃめちゃ、いいんですよね。あとね、やっぱりね、誰でも簡単に貼ることができます。ツルツルした滑りとかもあって、あと指にね、結構引っかかることもね、ないこのラウンドエッジっていう隅にね、加工がされてるので、結構ね、いいんじゃないかなと思いますね。レビュー動画自体もですね、僕も作ってはいるので、そちらもね、もしよかったらご覧に、なってもらえればなと思います。はい。あとこのカメラフィルムとかもですね、今回は、多分セール対象にはなってないんですけども、はい。こういったものもね、レビュー一緒にしてるので、ケースとかも、ニマスさんのあったりするんで、もしよかったら、ここら辺も見てもらえればなと思います。はい。iPhone は今回このぐらいかな。はい。ということで、続いてはですね、これちょっと関係ない、サーモスか。ちょっと順番間違えたけどね、サーモスの真空断熱カップですね。これね、僕確か、黒かな。使ってるんですけども、僕、トバログさんの動画かな見て、コーヒーとか結構飲みながら編集とかするので、こう断熱、まず夏の時は、今冬ですけど、周りの水滴とか、つかなかったりとか、あとこれ蓋がねついてるんで、コーヒーとかをね、冷えずにね、冷たいものは冷たいままで、温かいものは結構ね、1時間ぐらいかな、30分か1時間ぐらい置いといても、保温効力、これ、69度以上って感じでね、1時間でもって書いてあるんですけども、8度以下で1時間。そんぐらい、1時間ぐらいはね、全然あったかいままコーヒーとか、飲めたりするので、これめっちゃね、おすすめですね、この冬の時期とか。はい。めっちゃシンプルなマグカップで耐熱、断熱あるので、はい。ちょっと電子レンジはいけるのかちょっとどうなのかなっていう感じですけども、結構おすすめですね。こういう真空のやつもあるけど。はい。ということで1個ね、紹介しておきました。1900円。そんな安くなってるってわけじゃないんですけども、はい。っていうのを置いといて、はい。で、これは結構毎回紹介してるんですけど、アンカーのマグネティックケーブルですね。ケーブルホルダーってことで、結構ケーブルとかっていろんなところに置いてね、散らばりがちだと思うんですけども、アンカーさんのやつですね。僕これ実際使ってるんですけども、こんな感じでぐちゃぐちゃになるのが、マグネットをね、がついてて、これをケーブル自体につけることで固定ができるんですよね。はい。こんな感じで、USB-C だったり、何でも最近ね、マグセーフもね、今 MacBook Pro で、出ましたけども、結構散らばりがちになるんで、これいいのがね、繰り返し使えるんですよね。はい。どんな素材でも大体ペチってそのままね、大体安いタイプ、大体のものって粘着テープでくっつけるものが多いんですけども、はい。洗って何回もね、使えるっていうところで非常にいいかなっていう、そこがおすすめポイントっていうんですかね。いろんなね、こういうタイプあったりするんですけど、基本やっぱりテープでね、やっぱ何年ね、時間経つと結構ね、ベリベリってね、なっちゃうんで、結構おすすめではありですね。ということで、続きまして、どんどんいきます。ちょっとガジェット系に入っていくんですけども、Fire HD ですね。Amazon の、これ一応最新のタブレット、10インチかね、ちょっと大きめの
まあ、iPad とかに近いですかね、サイズ感とかはですね。 HD、はい、なんでこれ1万円かな今、まあ、5000円オフということで、これいろんなYouTuber の人もね、紹介されてたりとか、僕はまだ実際にちょっと使ってはないんですけど、7インチのタイプは使ってましたね。こういったものとか、今安くはなってないんですけど、この1万円の価格でね、ほとんど本当にNetflix、Kindle もちろんだし Spotify、本当何でもできるっていうのかね、普通にコンテンツ消費だったら十分だと思いますね。もちろんCPU のスペックとか、iPad とかに比べるとちょっとねカクカクみたいなのあると思うんですけども、本当十分ね安く、動画見たいとか全然ありなんじゃないかなと思いますね。はい、一応 Alexa としても使えたりもするし、で一応こうなんだっけ、キーボードとかつけて、ちょっとパソコンライクとかに、メールぐらいとかだったら大丈夫なんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、今なんでこれ10かな、いろいろあるんですけど、解像度もねあと結構上がったので、ここら辺がやっぱいいのかなっていうね感じですね。はい、USB-C になりましたし、はい、でも結構音とかが割と意外と良かったりするらしいんで、カメラとかちょっとおまけ程度ではあるんですけど、で続きまして、これでね僕動画で紹介したエコバックスのロボット掃除機ですね。はい、いわゆる、全部入りの掃除機なんですけども、プライムデーとかはねもうすぐなくなっちゃったみたいで、普段7万円ぐらいで売られてるものが5万円、7万円でも正直ね、コスパ的には結構いいと思うんですけども、エコバックスさんっていう、結構世界で150カ国以上かな、展開してる実はこのグローバル企業なんですけども、前レビューで使わせてもらったんですけど、なかなかいいですね。もう掃除する手間が、まずゴミ捨てしなくていいし、あと床拭きもできるし、あとマッピングとかもので、部屋をねこう3D でこう、地図勝手に作ってくれて、効率よく掃除するみたいな、詳しくは動画をね見てもらえればと思いますけども、はい、5万円ぐらいになるので、だいたい他のねものだと、カズさんがねこう紹介してたりとかこれすごい面白いねこの顔面白いねとか言っちゃった。はい、吸引と水拭きできたりとか、あと自動のねゴミ収集機あるので、勝手にね充電掃除終わったらキュイーンってね吸い上げてくれたりとか、あと安い価格帯のものとねやっぱ違うのは音が静かですね。掃除の時のガンガン安いものだと当たったりするんですけども、5万ぐらいもし高かったらこう、N8 かな N7 とかが本体だけで確かね7万円とか7万円じゃない、3万円とかなるので、かなりコスパはいいと思うんで、ちょっと安いね価格帯の掃除機とかで満足してな、不満があるなみたいな人は結構おすすめかな。初心者の人ももちろんおすすめなんですけども、はい。ということで続きましては、これシャオミのねスマート抗菌加湿器。はい、これからの季節ねこれ結構良さそうだなと思って、これ僕ね買おうかと思ってます。ちょっともう配送伸びてんな、早く買っとこう。ちょっとオフそんなにすごいね安くなってるってわけではないんですけども、シャオミって中国のアップルと言われてる、最近のスマートフォンもね日本進出して、ようやくちょっと日本でも名前が来たかなっていうところなんですけども、ある程度ねこれ、まず上からこう水入れるだけね、タンクとかがなかったりとか、これミスト生成システムってよくわかんないけど、はい、で水の容量結構ね 4.5 リッターあるんで、少ないと結構ね毎回入れるのめんどくさいと思うんでいいかなと思って、メッキンとかね、まずデザインがめちゃめちゃシンプルで結構いいなっていうのとですね、あと普通にいいのがそのアプリの連携とかがですね、とかも、ね、めっちゃシンプルでいいな、ができるってことで、なんだこれ、これで見れるんだね状態が。ミストをどのぐらい出すのとかだったりとか、水切れしたらねこうやって赤くなって見れたりとか、普通に38デシベル未満な時期、結構静かだと思いますね。はい、で加湿前に滅菌、そこねアプリとやっぱ連携っていうのが良くて、ちょっと帰る前につけとこうみたいなとかもできるわけですね。これスマート機器っていうのが、連携がねかなりいいかなっていうところで、レビューとかもちょっと見てみたんですけどね、オンオフしたりとか湿度設定したりとか、
まあ、こういったこともねできると思うんで、これでこの価格だったらまあ結構いいんじゃないかなってことで、まあ、これからの季節ね結構いいんじゃないかと思って、まあ、僕は買おうと思ってます。はい、加湿器ね。ということでちょっとここからMac 系かな、関連の周辺機器いこうと思うんですけども、まあ、iPad とかも含めてなんだけど、でアンカーのこれね、USB-C ケーブル 100W PD 対応なんで、今回、今ね、僕も前回レビューした MacBook Pro、これ14インチ、これ 100W あれば十分ねいけると思うんですよね。でナイロンで多分これ絡みづらいし断線もしづらいんじゃないかなと思って、 PD 対応で、100W まで、対応してるんで、そう断線とか、安全性、まあ、いろんな、まあ、ほとんど端末使えるんじゃないですかね。でブルーとかさ、あとレッドとかもなんかシルバーがねなんか Apple 製品と合いそうな感じもしますけども、まあ、大体 iPad とかもね、ほとんど何でもこれいけるんで 100W あれば USB-C でこれ結構いいなと思って、しかもこれでねこの価格なんでね Amazon ベーシックとかのやつでもね、そうこれ958円とかなんで、まあ、それだったらこの1000円ぐらいの方がねいいかなと思うんで、はい、まあこれから MacBook 購入とかね、まあ16インチでもまあ一応いけると思いますけどね、ちょっとワット数足りないけど 140W ぐらいね新しいやつはいるんで、なかなかいいかなと思って、まあ、いろんな、まあ、Pixel、Galaxy、まあ、Google 何でもいけると思うんで、まあ、いろいろね LINE はあるんですけども 100W って意外とあんまなかったりするんで、まあ、データ転送高速でしたらこっちのなんかサンダーボルト3のやつとかがまあいいのかなと思いますけどね。はい、ということで続いては、まあモフトまあこれまあ毎回ちょっと紹介してるんであれなんですけども、これはねもうほんとそのぐらいねいいなと思って、まあ僕も今使ってるんですけどもね、ほんとちょっと角度変えるだけでねこれないとほんと僕も今タイピングできないぐらいのレベルになってるんで、はい、まあ、これちょっと放熱穴なしなんでねどうなのかなって感じはするんですけど、まあ、1700円、まあ、これでもう本当にちょっと効率というか肩こりとかね本当変わるんですよね。この角度が、まあ、一応人間工学かで作られてるらしいんで、角度まあ2段階調整できたりとか、まあ、色とかも結構あったりするんでおすすめですね。まあ、いろんなストアとかでもあるんで、まあ、いろいろちょっと見てもらって、まあ、基本的に持ち運びの場合にねこうなんていうの折りたためるのでこれがいいんですよね。いちいちこうなんかでかいスタンド持ち運んだりとか、なんかいい意味でねこの存在感がないんでおすすめでございます。はい、まあ、フィルムの紹介とか忘れてたな、まあいいや。で続いては、これちょっとずれてるな、アンカーの、5-in-1 サンダーボルト、まあ、いわゆるドック、まあ、いろんなこう端子が、付けれるってものですね、使えると。まあ、今回 MacBook とかではまあ、端子ついたんですけども、まあ、でもこういったドック、まあ、あった方がまあ便利ではありますね。やっぱりすぐ1本挿せばデスクトップみたいな感じ外部ディスプレイつなげたりできるんで、まあまあ、6000円か 25% オフなんで、まあ、結構いいんじゃないかなと思いますね。一応 85W の出力対応してて、サンダーボルト4も対応してるんで、サンダーボルト4が2つ、まあ、4つぐらいついてるのか。まあ、一応 8K まで対応してるのかな、外部ディスプレイも。はい、16インチもまあ1時間、まあ、これどうなのか早いのかよくわかんないけど、まあ、一応 8K までは対応してるのかな。まあ、30Hz とかですけど、まあ、4K60Hz、まあ、データ転送も、はい。ただまあ一応 SD カードスロットがついてないんですよね。まあ、なんで今の14インチとか新しい MacBook Pro とかは SD カードがまあついてるんで、まあ、全然これとかでもいいのかなっていう感じですね。外部ディスプレイでつなぐ用とかで結構いいんじゃないかなと。で今のタイプだとまあタイプ C でこうなんかつないで、全部ね挿しておけばもう1本挿すだけでこのデスクトップ環境がまあできちゃうので、もし SD カードで今のタイプのは何も端子がついてないので、まあ、もしこっちとかねこれ13インの方、まあ、これ全部多分モリモリのやつかな。ほとんど多分端子ついてるとね SD カード、HDMI、まあ、イーサネットまでついてるね。まあ、ほぼもう全部ついてるんで、まあ、Windows であれ、まあ、Mac であれ、まあ、何でもこうつないでねつなげるのかなっていう感じですね。まあ、複数、まあ、M1 モデルはちょっと、まあおそらく1台しか出せないんですけど、
結構いいかなっていう感じですね。てか、あとこっちの方がちょっと高級感ある感じ、デザインとかも。でいいのはこれね、SD カードがね、UHS-2 っていうものにね対応してるんですよ。これちょっと見た方がよくて、この規格に対応してると要するに読み込みの転送速度が速いんで UHS-2 対応か、3とかもあるのかな一応。2あれば全然大丈夫なんじゃないかなと思います。こんな感じで1個Mac 隔てて全部こう出力とかしてくれるっていうやつですね。ドックは結構便利なんで、ベルキンさんのやつとかもね、これちょっと古いんで今どうなのかって感じなんですけど、おすすめでございます。続いては、何だったかな、そうだ、Apple 製品、ここからちょっといきたいと思うんですけど、今回そんなにないんですけど、今回あった Apple Watch、今なんかお買い得になってたこの3つのモデルかな。おすすめはどれかな、このどっちかにはなると思うんですけども、シリーズ、7が出たりはしたんですけど、正直全然シリーズ6でもいいかなってところで、もしこの、GPS セルラーモデルで、このステンレスのモデルを欲しいんだったら、これ割と、ありだったりするのかなって。 16% オフか、12,000円、なので多分このモデルだけかな、おそらくこのステンレスで安くなってるのは。って感じですね。なんでこのネット環境が外でも使えて、このステンレスの高級感ですね、欲しい方であれば 40mm かな、44mm は安くなってない。小さいモデル、40mm でも僕 40mm で使ってるんで全然いいと思うんですけど、だったらこれ、割と別にありなのかなっていう感じはしますけど、血中酸素濃度とか、そういったものがほとんど全部入っているので、シリーズ6でもね、基本的に中身のはディスプレイの大きさぐらいですね、シリーズ7と違うのは。今から買うのは確かシリーズ7でもいいんですけど、今ちょっと在庫があんまないので、全然ありかなっていう感じですけどね。あと赤でよかったらこれでも今あるんですけど、赤はちょっとね使う人は選んだりもするかもしれないんで、もし赤いモデルが良かったら、この GPS かな、GPS セルラーか、こっちも5万円ぐらい、3000円ぐらいの差で買えるんだったら、セルラーつけてもいいのかなっていう感じですね。はい、Apple Watch です。でちょっと Apple Watch 関連して、このシピエンの Apple Watch のバンドですね。これちょっと僕は実際使ったわけじゃないんですけども、こういったなんかその、G-SHOCK 的な感じに覆う、アプローチって結構みんな持ってるんで、なんか違い出すのってね、難しいというか、こういうケースとかで、あと結構覆えるんで、僕もアムバンドってやつね、透明のやつをこんな感じですね。こういうなんか全体を覆えるタイプだと、スイカとかね、改札とかで通る時結構ねガンってね当たって画面が傷つくってことがね、そういったことが防げるんで、使ってみて、なんか意外とファッション性重視で買ったんですけど、意外といいなってことで、これグレーとかもあるのか、割となんかかっこいい感じでいいな。シリーズ7、全部一応これ対応してるんで、こういったものいろいろあったりするんですけどね、アームバンドも、透明なやつとか、結構シュピゲン、安定のシュピゲンって感じなんですけども、いいかなと。これはめ込むだけなんで、ちょっと違いを出したいみたいなね、ちょっと G-SHOCK 的な感じにしたいみたいな人がいいかなと思って紹介してみました。はい。で、最後これ AirPods Pro ですね。これは一応1個前のモデルとはあるんですけども、前か、これ新しく出たものはマグセーフ対応なので、こう磁石でくっつけて充電できるっていうものですね。ただ性能自体は一緒なんで、全然これでもいいかなっていう感じです。26,000円。普通のこっちのモデル買うと確かね3万円ぐらいかな。29,000円とかにはなるので、なったりはするので、全然これでもいいのかなっていうね。ノイキャンついて、僕も2年ぐらいは使ってますけど、使いやすい、これ本当に。これを売れるわって感じですよね。最近あと、AirPods 3がね、出ましたけど、個人的にはやっぱ AirPods Pro の方がね、ノイキャン使えるんで、おすすめかなっていうところではあります。でもしこういった耳が開いた外の環境音を取り込みたいっていうなら、この AirPods 3の方がいいのかなと思いますね。最近出たモデル。で音質とかはやっぱりね、
まあ AirPods こっちの方がね、まあいいみたい。ちょっと僕まだ実際聞いてないんでわかんないんですけども、まあこっちの方が良くないとね、新しく出たんで、なので、まあ、AirPods Pro の方がまあ個人的にはおすすめかな。あとまあちょっと余談なんですけど、iPad、たまたま見てたらこれ iPad mini が、まあ今僕見てる段階だと、すぐ来るんですよね。在庫は結構今Apple Store で見た、ね、公式で見たら結構1ヶ月ぐらい先なんです。まあただこのスターライトしかないんですけど、今の 64GB しかないんですけど、今買うとまあすぐ来るんで、まあ、もしすぐ欲しい方は結構まあ在庫なかったりするので、今そう iPad mini あれまあ僕も使ってて、まあ、結構ね使いやすいんで、まあいいかなと。プルスタートと確かね、さっき見たんですけど、12月とかなんですね、1ヶ月先ぐらいなんで、まあこれ頑張れば転売できるのかなみたいなまあしないですけど、はい、まあ全画面デザインになってね、使いやすくタッチ ID ついたりもしたんで、まあもしちょっと余談ですけどね、はい、はい、あと最後まあちょっと飲み物おまけで、アサヒラベルレスですね。これなんか面白いのが 630ml で結構まあ大容量なのに、結構安くなってますね。まあ、1本あたり59円、ですね。まあ、これ飲み物とかもね。で、この前、紹介したスマートマットとか使えば、もうほぼもう全自動化して、まあ、詳しくは動画見てもらえればと思いますけど、全自動化して、まあ、なくなったらもう勝手に配送してくれるみたいなことできるんで、すげえな、何乳酸菌なんかすごいな、この形が。はい。結構まあいいんじゃないかな。まあラベルレスでね、安いんで、なんかいいかなと思いました。はい。次が、これジャバティですね。ジャワティか。これ意外売ってないんですよね、あんまり。結構昔から小さい頃飲んでてね、好きだったんですけど、あんま売ってなくて、しかもなんか1本、まあ、78円で、なんか意外と高かったりするんですね、普通にスーパーとかで見ると。これね、お茶、おすすめです。普通のね、ティー、アイスティーとか、ね、ちょっと飽きた人は、おすすめですよ。ホワイトは俺飲んだことないな。こんなんあったんだ。知らなかった。しかもこれ見たら 500ml の 270ml より今安いっていうね、どういう価格設定なんだっていうね量多い方が安いって感じなんですけども、結構おすすめです。で最後は、コーララベルレス 350ml。 これね、僕 350ml この前なんかたまたまコンビニで見て買って飲んだんですけど、サイズ感がちょうどいいんですよ。なんか500だとちょっとねきついんだよね、最後こんないらねえなっていう感じがあって、350だとマジちょうどよくて地味におすすめかなっていう。でラベルレスで、あとまあゼロコーラも確かありましたね、ラベルレスのやつ。ちょっと今後で概要欄貼っとき、今あったかな。こっちも、まあ、もしゼロが良かったら、まあ、コーラもし好きな人とかは、まあいいのかなと。まあ、これもスマートマッチとかで自動化してもらえればなと思います。はい、ということで全部ねちょっと紹介してきたんですけども、まあ、他にもいろいろいい商品あったりしますので、まあ、概要欄の方にね貼っ付けております。はい、で僕は普段はまあ Apple 製品のレビューだったりとか、ガジェットのレビューとかしてますので、まあ、シンプルにまあ今回した紹介した商品も普通にねセールじゃなくても、まあ、おすすめだなと思った製品なので、まあ、ぜひ気になった方はね、チャンネル登録、グッドボタン、またお願いいたします。こういった情報を受け取れますので。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。またちょっと今 MacBook Pro のね、レビューもね、またもう一段考えてますんで。てか今 MacBook Pro でね、ちょうど使ってるんですけど、めっちゃいいですね。やっぱ画面が綺麗で、超見やすいんで、はい、結構まあ動画も思ったより伸びたんで、頑張ろうかなと思います。はい。ということで、またごきげんよう、皆様。Amazon。チラチラ見よう。まだ。